皆さんこんにちは、わたたびです。今回は大自然に囲まれた温泉と料理を堪能できるリゾートホテルに宿泊します。湯巡りに懐石コースやバイキングなどが楽しめる温泉宿です。どんな場所で、どんな宿で、どれぐらいの料金で宿泊できるのかを今回は2泊してレビューしたいと思います。普段はホテルに宿泊する機会が少ないので楽しみです。場所は栃木県の北東部に位置する那須郡那須町。那須高原の中腹に東京ドーム約3個分の広大な敷地の中に9つの宿泊施設があるホテルサンバレー那須を目指します。よいしょ。はい、もうちょっとでね、到着します。なんかお店がたくさんありますね。はい、こちらお左ですね。ここか。はい。はい、到着しました。こちらはですね、いずる山満願寺というね、お寺になります。本当はね、日光とか足尾銅山とか行きたかったんですけど、紅葉でね、すごく混んでるみたいなんで、こちらでね、日本の風情を味わいたいと思います。で、この道中はですね、お食事どころとかたくさんあったんで、人気の場所なのかなと思います。で、駐車場の前にはね、すごく立派な建物が建ってます。いや、すごく大きな建物です。この奥にですね、岩屋堂とか、あとね、鍾乳石があるみたいなんで、それをね、見に来ました。かなりね、歴史もありそうで、この佇まいがめちゃくちゃかっこいいです。こちらの大きな建物の、反対側にですね、すごく大きな鐘があります。いや、かなり大きいですね。はい。すごくね、立派な鐘です。行事ごとで使用する鐘みたいなんで、通常は鳴らせないみたいです。こちらが、農協所になりますね。本当にね、すごく立派な建物で、こちらがね、お寺になります。はい、こちらが本堂ですね。今、これは工事中なんですかね。足場が組んであります。はい、お参りしてきました。こちらの建物の横から、奥の院の方に行くことができます。で、こちらはね、入山料300円必要になるんで、こちらの札所に、納めるみたいですね。はい。はい、入山料の方納めてきました。
それではね、目指したいと思います。奥の院までの道のりはこんな感じですね。どれぐらいかかるんでしょうかね。そんなに遠くはないと思います。50メートルくらい進んできただけなんですけど、もうこっからはね、すごく神秘的な雰囲気の場所になりました。大自然ですね。この灯籠は夜になったら光るんですかね。光ったらね、すごく幻想的な道になると思います。よいしょ。周りはね、すごく静寂というか、鳥の鳴き声しか聞こえません。建物が見えてきました。はい、道はね、こんな感じで、ちょっとアスレチックっぽくて、ワクワクしますね。はい、こちらはですね、ちょっと何て読むかわかんないんですけど、如蓮堂っていうんですかね。いや、かなりね、歴史を感じる建物です。うわ、すっごい雰囲気あります。鳥肌が立ちました。神社とはね、また違った雰囲気があります。はい、それではね、先を進みます。白い息がね、出るぐらい気温は低いんですけど、登っていたらね、汗をかきます。神秘的というか、ちょっとね、怖さも感じますね。また、この先にお堂が見えました。こちらはね、歴代住職のお墓みたいなんですけど、明らかに江戸時代ぐらいから続いてますよね。こちらは女人堂っていうんですかね。昔は女人禁制だったみたいですね。自分はね、すごく立派なものがついてるんで、この先を進みます。小屋が見えてきました。うわ、すごい大きな石碑。休憩所ですかね。で、こちらの小屋の前にはですね、滝があります。で、この滝の上にはですね、不動明王が祀られてます。こちらの小屋の横なんですけど、こっから先はですね、案内人なしではお参りできませんと書いてます。おそらく洞窟があるのだと思います。残念ながらこの先はね、進むことができません。ルートはこちらですね。なんかすごく天気が悪くなってきました。なかなかハードですね。かなり急な階段を登って一気にね、上の方まで登っていってます。ありました。こちらですね。すごい、こんな崖の上に立派な建物が建ってます。普通ならね、この建物見たさに足取りが速くなるんですけど、なかなかそういう気持ちにはなれないですね。目の前まで来ました。ただちょっと草木でね、建物の全貌が見えないですね。すごい、本当にね、崖の上です。こんな感じでね、釘を一切使わない建て方だと思います。建て直したんですかね。この木自体はすごく綺麗です。下はこんな感じで、本当断崖絶壁です。よいしょ。
すごい。何ですかここは。雰囲気抜群です。うわ、すごい。あ、これが鍾乳石なんですかね。着きました。ライトが。うわ、すごい。いや、すごっ。こちらです。いや、すごい。映像だったらちょっと本当伝わりにくいんですけど、実際ね、ここに来てみると、いや、本当にこの凄さに圧倒されます。思ってた以上にすごくて、ちょっと鳥肌が立ってますね。この大きさになるまでは何千万年、もしくは1億年以上かかるんだと思います。昔の人もよくこんな場所を見つけましたね。初めてこれを見た時びっくりしたでしょうね。あまりね、こういう洞窟とかお寺に興味ない人でもおそらくね、圧倒される景色だと思います。で、鍾乳石の周りはですね、コインで埋め尽くされてます。で、この辺りはですね、鍾乳石の千枚田のようになってます。鍾乳石の奥の方に行くと、もしかしたら江戸時代のお金とかありそうですね。なんで書いてるのかよくわからないんで、興味がある人はね、一時停止して見てみてください。何のご利益があるかわかんないですけど、お願いしときます。はい。ということで、こんなね、すごい鍾乳石と、で、この断崖絶壁に立派なお堂がありました。ここに来てね、多分後悔することはないと思います。入山料を納めた場所からだいたい15分から20分ぐらいでたどり着くことができるんで、皆さんもね、よかったら、来てみてください。本当にね、ここはおすすめの場所です。それにしても、昔の人はどうやってこの断崖絶壁にこの建物を建てたんでしょうね。不思議に思います。はい。それではね、駐車場の方に戻ります。帰りはちょっと怖いですね。かなり急な階段なんで、もし来られる人はね、足を踏み外さないように気をつけてね、来てください。はい、戻ってきました。ちょっとね、天気悪くなってきましたけども、宿の方に向かいたいと思います。おー、すごい虹が出てる。でかいね。左方向です。はい、こちらですね。ここを左に曲がります。よいしょ。およそ200メートル先、目的地は左側です。はい。到着しました。こちらですね。はい。はい、到着しました。こちらはですね、
ホテルサンバレ那須という温泉ホテルになります。9つの異なる宿泊施設に温泉やプールにグルメと一年中楽しめる巨大温泉リゾートです。こんな感じで施設がね点在してて、こちらのホテルの一部になります。でもう本当に広くて、どこからご紹介したらいいのかちょっと難しいところではあるんですけど、とりあえずね今日宿泊する施設にチェックインして、そこからね散策したいと思います。こちら側の道路から入ってきて、今ここにいてるんですけど、こちらがね本館になります。現在工事中で、2026年の夏にまた新しくね生まれ変わるそうです。なので今はね残念ながら入ることはできません。本館のね横に道路があるんですけど、こちらがねメイン通りみたいなもんで、この通りの左右に宿泊施設が立ち並んでいるっていう感じですね。本当にねもう広大な敷地で、東京ドーム約3個分ぐらいのね広さになります。本当に広くて、温泉もね離れたところにあるんですけど、施設内はね車移動になります。各施設の受付で車が手配できるんで、建物の前に車が来て行きたい場所にね送迎してくれます。今回宿泊するのはこちらのクイーンズコリーナ館というねこの建物に宿泊します。それではね早速チェックインしたいと思います。入り口入って、フロントはこんな感じですね。で、すぐね、こちらにウェルカムドリンクと、で、右手がね、ベーカリーになります。こちらがね、ウェルカムドリンクになります。14時30分から17時まで利用できます。こちらがベーカリーですね。1年前にオープンしたホテルベーカリーで、カレーパンやウインナードッグ、フルーツデニッシュにフルーツサンドなどお手製のパンが並びます。一から手作業で作っていて、溶岩窯で焼き上げたパリッとした表面と中はしっとりしたパンが朝食夕食のバイキングにも並びます。で、ベーカリーの横はね、アリアデリというレストランになります。今の時間はカフェとして利用できて、で、若い席コースの方はこちらが夕食会場になります。2階に上がってきたんですけど、この螺旋階段と吹き抜けになった感じが豪華ですよね。すごいですね。この下はね、さっきのベーカリーになります。はい。で、こちらはですね、浴衣が置いてます。好きなサイズや色の浴衣を選ぶことができます。こちらにはアメニティも置いてます。ちょっと映せなくて残念なんですけど、この2階のフロアの壁にはですね、数点の絵が飾ってあるんですけど、これすべてね、ジョン・レノンが描いた作品になります。ジョン・レノンです。今回宿泊するのはこの2階のこちらのお部屋になります。それではね、早速見てみたいと思います。はい、まずね、玄関入るとこんな感じで、かなりね、広い空間になってます。で、すぐ正面にはスリッパが用意してくれています。で、もうすぐ右側がお部屋になります。こんな感じですね。かなり、広いお部屋になります。白をね基調としたお部屋なんで、すごく、清潔感のある、お部屋ですね。はい。で、大きな窓がね、2つあるんで、すごく光を取り込んでいい感じです。はい。こちらに、大きなテレビがあって、で、その前にはね、ソファー。で、その後ろにベッドが、2つあります。こちら、コーヒーですね。宿泊された方はね、こちらのコーヒーを自由に飲むことができます。コーヒー以外にもですね、お茶とかダージリン紅茶があります。で、この下が冷蔵庫ですね。はい。冷蔵庫の中はですね、はい。全量栃木県産夢ささら使用って書いてますね。純米大吟醸天高心っていう
日本酒みたいです。で、こちらスパークリングワインのマルティーニになります。宿泊された方はこちらも飲むことができます。こちら冷蔵庫の横がですね、クローゼットになっています。はい。温泉用のバッグがありますね。こちらのね、バッグの中にタオルとバスタオル用意してくれています。クローゼットはこんな感じですね。はい。玄関から入ってきて、右手にあるこちらの扉なんですけど、こちらはですね、露天風呂付きの客室になります。で、すぐ手前が洗面台で、これ、曇り止めですかね。タッチして操作することができます。すごい。あとはですね、アメニティもこちらに用意してくれてます。歯ブラシにヘアブラシ。で、こちらはドライヤーですね。こちらの洗面台の左側が、トイレになります。露天風呂の方見てみたいと思います。こんな感じのバスルームになってます。で、こっちが露天風呂ですね。めちゃくちゃいいです。こちらの温泉はですね、弱アルカリ泉とマグネシウム泉の混合泉で、日本でもすごく珍しい源泉かけ流しの温泉になります。少しね、濁りのあるお湯ですね。温度はどれぐらいでしょう。40度とかそれぐらいでしょうか。ちょっと使ってみないとわからないですけど、はい。涼しい風を取り込みながら、こちらで露天風呂を楽しむことができます。で、今回ね、特別にこちらのお部屋も見させていただけるということで見てみたいと思います。はい。玄関入ってこちらスロープになってるんでバリアフリーのお部屋になるんですかね。で、玄関入ってすぐ、お部屋になります。玄関入ってすぐ正面がですね、お風呂になります。広い空間となってます。こちらが露天風呂ですね。いいですね。こちらのお部屋も一緒で弱アルカリ泉とマグネシウム泉の混合泉になります。こちらは4階になって日が差してすごくね、素敵なお部屋です。で、こちらすごいですよね。露天風呂です。はい。こんな感じでこの景色を眺めながら露天風呂に入ることができます。で、こちらも混合泉になります。外の景色はね、こんな感じで市街地まで見渡すことができます。はい。それではね、周辺を散策してみたいと思います。はい。ちょっとね、時間も時間で全部はご紹介できないんで、今日と明日と分けてご紹介したいと思います。施設内はね、こんな感じで本当に広いです。こちらがフォレストビラ。こちらはですね、キッズスペースとか、あとカラオケ、ゲームコーナーなど、アミューズメント施設を完備した家族連れに人気のホテルみたいです。はい、それではね、見に行きたいと思います。はい、こちら入って右側がですね、フロントになります。フロントの左側は、売店になります。こんな感じでね、お土産が、たくさん販売してます。で、こちらがですね、キッズルームになりますね。はい。フロントの前がですね、こんな感じで、くつろぐことができます。で、フロントの前にですね、地下に降りる階段があるんですけど、そちらがね、ゲームコーナーになります。こちらですね。はい。こちらがね、ゲームコーナーですね。はい。こんな感じで、たくさんのゲームがね、並んでます。すごい。宿泊施設の中とは思えないようなゲームコーナーです。いや、普通にね、デパートとかの中にあるような本当に大きいゲームコーナーですね。で、こちらは、カラオケボックスですね。
い。こちらはですね、卓球ルームですね。宿泊施設といえば卓球ですよね。あ、かなり広いです。一回やりだしたら止まらないですよね。もう勝つまでやってしまいます。こちらの建物にはこんな感じのゲームコーナーがありました。すごいです。はい。で、そちらがですね、フロントなんですけど、その反対側のこちらの階段をね、一つ降りたところに大浴場があります。こちらがね、森の湯っていう大浴場になります。まずはね、女湯の方から見てみたいと思います。はい。まずね、浴室に入ると右手に、洗い場があります。で、こちらにも洗い場がありますね。で、すぐこちらの浴槽は水風呂になります。で、水風呂の横がサウナですね。はい。こんな感じの、サウナになります。すごくね、気のいい香りがします。洗い場の前はですね、こんな感じの大浴場です。湯船にはグレープフルーツが、浮いてます。こちらは本郷線になりますね。で、すぐ横にね、通路があります。すごいですね。こちら、硫黄泉です。湯の花ですね。さすが硫黄泉です。で、硫黄泉の先にもですね、湯船があります。すごい。ちょっとした滝みたいになってますね。かなりロケーションがいいですね。左手にも湯船があるんですけど、こちらもね、混合泉で木の湯船になっています。次はね、お得湯の方見てみたいと思います。お得湯はこんな感じですね。はい、こちらもね、グレープフルーツが、浮いてますね。じゃあ露天風呂の方見てみます。こちら硫黄泉ですね。すごい綺麗なね、乳白色です。こちらにもですね、露天風呂があります。こちらも混合泉です。はい。はい、こんな感じでね、露天風呂があって、すぐ目の前はですね、大自然が広がってます。ガーデンスイート。すごい。この敷地内に教会まであるみたいです。ちょっと見てみたいと思います。はい、こちらですね。ガーデンスイート。お疲れ様でございます。ありがとうございます。はい。入り口入ってすぐ右手がね、教会です。わあ、すごい。こちらが教会ですね。教会ってこんな感じなんですね。普段ね、教会に来ることはないんで、すごく新鮮です。こちらね、夜になるとライトアップするみたいです。入り口の前もライトアップするみたいなんで、今日の夜ね、どんな感じなのか見てみたいと思います。ああ、なるほど。こういうのがライトアップするんですね。ちょっと着てみないとわかんないんで、また夜着たいと思います。はい、それではね、夕食まで時間があるんで、その間に露天風呂の方に入りたいと思います。最高です。温度はね、ちょっとぬるめですね。で、一応こちらで加温や加水することもできます。少しぬるいんで加熱します。すごい湯気が立ってます。
お湯の方はね、少し濁った感じで、匂いはねそんなにないです。42度ぐらいのすごくいい温度になりました。この外から入ってくる風がすごく気持ちいいです。それではね、夕食の時間になったんで、レストランの方に向かいます。今日の夕食はですね、和懐石コースになります。こう染みちゃいます。はい、こちらですね。いい感じにね、日が暮れてきました。こちらがお品書きですね。なんかいろいろ出てきます。めちゃくちゃ楽しみです。いきなりおしゃれなんが出てきました。ちょっとね、緊張しますね。こちら、菊菜のおひたしと、エビ新庄のおかき揚げで、こちらが秋ナスの田楽です。いただきます。エビプリプリ。サクサクの食感の後にプリプリのエビが来るな。うまっ。ありがとうございます。はい。おー、栗蒸しのべっこうあんかけというお料理になります。熱々みたいなんでね、いただいてみます。かなり熱いですね。中はすごくとろっとしてますね。上にわさびが乗ってて、あんがね少しだけ甘くて、わさびとの相性がすごくいいです。このとろっとしたやつはおそらく栗で、舌触りがねすごくいいです。すっごい大きいエビがコロコロ入ってます。ホタテも入ってました。結構日本全国旅されてる感じです。そうですね。はい、ご苦労様です。こちら本マグロと大分産のマダイですね。家で食べるときは大葉をねこれぐらい細かく刻んで食べるんですけど、本当にね美味しいんです。マグロそのものをちょっと味わいたいんで、わさびでいただきます。めちゃくちゃうまいです。すごく程よい油の乗り方ですね。全然しつこくないです。めちゃくちゃ分厚いタイです。これ伝わりますかね。すごく弾力があって美味しいです。人によってはね、冷蔵庫で一晩寝かすタイが好きっていう人もいますけど、自分はこういう締めてそんなに時間経ってない弾力のあるタイが好きなんですよね。こちら北海道のラオス産のブリの幽庵焼きになります。ラオス産。昔はブリ取れなかったんですけど、今温暖化で北海道でブリが取れるようになったんで。このね分厚さをねこううまく伝えれないんですけど、すっごい分厚いブリです。こちらはラオス産のブリみたいです。すごい。どっからこのお腹の部分と背の部分がちょうど美味しいかもね。はい。ちょっと大根おろしをのせていただきます。うわ、うまっ。ね、美味しいね。油が全然しつこくなくて、もうねお米が欲しくなります。炊き合わせですね。はい、鴨団子、それから泡麩焼きネギですね。香りが柚子の香りになっております。はい、こちら炊き合わせですね。おー、鴨団子っていうのは初めて食べますね。またこの焼きネギが美味しそうです。すごいね、肉の旨味があります。ね、がまた美味しい。ネギと合うね。これがまさに鴨ネギってやつ。すごくおしゃれで緊張してたんですけど、料理を持ってきてくれる方がね、会話で和ましてくれて、すごくね落ち着いて食べることができます。甘唐辛子、辛くない唐辛子と、それから溶き辛子のソースになってます。こちらは那須高原和牛みたいです。
これ伝わりますかね、この分厚さ。めちゃめちゃ柔らかい。じゃあ早速ね、いただきます。何これ、すんごい柔らかいねんけど、びっくりするぐらいすごく美味しいですね。野菜だけ残ってしまいました。柔らかい。いつもこちら安納芋の炊き込みご飯と刻み京菜漬けで、こちら赤だしですね。はい、もう見るからにね、甘そうな芋です。石焼き芋や。あ、なるほど。安納芋がすごく甘くて、炊き込みご飯とちょっと合わないのかなと思ったんですけど、この赤だしがね、すっごくいい仕事してて、これですごくバランスが取れてます。こちらね、加賀のほうじ茶です。あー、すっごいいい香り。こちらミックスベリーのムースと、それからマロンケーキ、それから柿ですね。旬の味覚尽くしの料理です。クリームと柿って合うんですかね。なるほど。すんごいまろやかになる。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。ちょっと足りないかなと思ったんですけど、ちょうどいいか、もしくはちょっとお腹いっぱいかなっていうぐらいです。女性の方はちょっと多いかもしれないですね。いやー、美味しかったです。あ、ちなみに階段登らなくてもエレベーターがあるんで、いいもの食べ過ぎたんで運動してます。今からね、さっきの、イルミネーションを見に行きたいと思います。今日はむちゃくちゃ風がきついです。あ、でもめっちゃ綺麗です。はい、こんな感じでですね、イルミネーションが綺麗です。こちらのイルミネーションなんですけど、一年中毎日やってるみたいです。すごいですね。こちらのね、教会の方でプロジェクションマッピングやってるみたいなんで、見に行きたいと思います。はい、ご飯も食べて、せっかくね、露天風呂付きのお部屋に泊まってるんで、露天風呂に入りたいと思います。結構冷えましたね。外はかなり寒いです。めちゃくちゃ気持ちいいです。この寒い中入る温泉は本当たまらないですね。お風呂からはね、立ち上がらないと見えないですけど、こんな感じでイルミネーションが見えます。普段あまりお酒飲まないんですけど、せっかくなんでね、
こちらのマルティーニいただきます。先に飲むよ。あ、飲みやすい。美味しい。うん。おはようございます。お酒飲んでたらいつの間にか寝てました。今から朝風呂に入りたいと思います。わあ、明るくなってきましたね。朝から露天風呂に入れるなんて最高ですね。むっちゃいい天気です。むっちゃいい天気なんですけど、結構雨降ってますね。すごく変な天気です。はい。朝食会場はね、別の施設になります。ペットホテルもあるんですね。知らなかったです。こちら、フォレストビラですね。はい、こちらがね、朝食会場になります。レストラン森のテーブルですね。お盆パンパンに取ってきました。すごくね、種類も多くて美味しそうなメニューがたくさんありました。小さいハンバーガーなんですけど、中にサーモンが入ってますね。こんな感じで食べたいものをね、少しずつ取ってきました。いただきます。美味しい。はい、こちらね、第2弾です。さっきね、取らなかったメニューを取ってきました。こちらは美味しかったやつをまた取ってきました。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、それではね、他の施設を見に行きたいと思います。はい、まずね、こちら5番のね、オリエンタルガーデン、宿泊者専用の温泉があるみたいなんで、行ってみたいと思います。こちらの建物ですね。はい、こちらですね。洗面台と脱衣所があって、まず入ると右手と左手に洗い場があります。で、すぐね、もう目の前には大きな湯船があります。で、こちらすべて硫黄泉になるんで、この浴室の中は硫化水素の匂いで充満してます。ヒノキで作った贅沢な大露天風呂になってます。この良質のお湯と天然のヒノキの香りでリラックスできます。大きな浴槽の左側ですね、露天風呂になっています。はい、いいですね。こんな感じの、露天風呂です。周りはね、まだそんなに紅葉はしてないんですけど、だんだん色づき始めてますね。こちらの泉温は41度ぐらいです。すごくちょうどいい、入りやすい温度ですね。
今さっきそっちの露天風呂を見てきたんですけど、こっち側にもね、浴槽があります。こちらは水風呂ですね。水風呂と、その奥にサウナがあります。お、暑い。はい、こんな感じでね、8人から、10人ぐらいはかけれそうな広さの、サウナになっています。はい、でこの水風呂の向こうはですね、こちらも露天風呂になってます。こちらにもありましたね。はい、こんな感じで、露天風呂が、2つありました。今こちらは40度みたいですね。湯船によって、若干泉温が異なるんで、それぞれ楽しむことができると思います。で湯船自体はですね、4つあって、こちらの温泉はかなり広いんで、人をね気にせず入ることができます。これだけ広いんでね、ほんとゆっくり入れますね。はい、こちらはね、フクロウの森というね、森の中の戸建て風コテージになります。こんな感じで一棟貸しのね建物が並んでます。でこちらではね、静かな自然の中で、ゆっくりね過ごすことができます。こちらはね結構静かな感じで、ジブリっぽいというか、ちょっとしたテーマパークみたいな感じです。お部屋を見させていただけるということでね、ちょっと見てみたいと思います。こちらのお部屋は、こんな感じですね。すごくおしゃれです。このお部屋も結構広いんですけど、この天井がね高いんで余計に広く感じます。でこちらなんですけど、こちらは露天風呂ですね。はい、こんな感じでね、お部屋のすぐ横に露天風呂があります。でこちらは混合泉になります。でこの露天風呂のすぐ右側が、くつろげるスペースになっています。いや本当にね、もう目の前は大自然です。向こうのホテルとかもすごくいいんですけど、この自然の中で静かな時間を過ごしたい人は絶対こっちの方がいいですね。自分の好きな時間に露天風呂も入れて、景色が見たくなったらすぐね外でこの大自然を見ることができます。反対側から見ると、こんな感じです。今日のお昼はですね、昨日の夕食会場のこちらのレストランでいただきます。はい、お昼ご飯はこんな感じですね。ビーフカツカレーにしました。でこちらね、ヒレカツなんですけど、わかりますかね。すごい大きいヒレカツです。はい、で妻はですね、ハンバーグライスです。ハンバーグの上にチーズが乗ってて、さらにその上にですねレッドチェダーがかかってます。ソースはねデミグラスソースになります。いただきます。これどうやって食べるんやろ。かじるのかな。これわかるかな。でかっ、すごいです。じゃあもうね豪快にねかじります。ヒレカツなんでね、やっぱり柔らかいですね。ルーもね辛くなくてすごく食べやすいです。食べきれるかもう心配になるぐらいの量です。そのハンバーグ美味しい。美味しい。ちょっと食べてみて。いやいや、どんな感想を教えてよ。チーズ濃厚、チーズ濃厚。ジューシハンバーグジューシー。チーズ美味しい。ー。あ、チーズが美味しい。ほんでジューシーで、もう口の中で運動会してる。してない。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こんなでっかいカツが出てくるとは思ってませんでした。お腹はち切れそうです。はい、こちらのねサンバレー美術館で、美術館も楽しめますし、工芸体験もできるということでね、ちょっと行ってみたいと思います。よいしょ。入って右手はですね、こんな感じで、陶器がね、販売しています。
はい、こんな感じで作品がね、いろいろ展示したんですけど、工芸体験はこちらです。あー、丼難しいですか？大きいほど大変は大変ですけどね。まあまあ。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。粘土を練ります。これは菊練りといって、この粘土を練ったその形がお花の菊の花びらみたいに見えることから菊練りって呼んでます。中の空気を押し出すような効果があります。OK。はい。そしたらどうぞこの座布団のところに。はい。あ、こちらですね。菊練りするんかと思った。違うんだね。そうです。あと2センチ。あと1センチ。ここから上に同じ力で同じ速さでつまみ上げていきます。なるべくゆっくり。で、指と指が口のところで「こんにちは」でくっつけてください。大切です。はい。真面目に。で、いっぺんに薄くしなくていいので何回かに分けて薄くしますのでゆっくりゆっくり。そうです。そうです。基本な方なんだね。で、いろいろできるな。はい。巻き込まれてみて、ここでクロスするから。はい。じゃあ引っ張ってごらん。シュッと真横に引っ張って。もっと早く。オッケー。これで？本人切った感触なかったかと思いますが、みんなお客さんそうなんだけど、糸が一周そこを通ったので、切れました。はい、最後持ち上げてもらいます。はい、手前も傾けて、はい、リフト、はい、持ち上げて、はい、カメラ目線って言うんだけど、これはやる。普通のお客様でこれ写真撮るんだけど、もう片割れがね。できましたで、一応これ持って、よかったら。はい。はい。できました。完成しました。あと焼くんですね、これをね。これから。はい、完成しました。こんな感じですね。で、あとはね、この、裏側にこちらをね書いてもらいます。で、後日ね家の方に発送してくれます。次はねこちらのアクアヴィーナスっていう建物を見てみたいと思います。温泉プールがあるみたいですね。こちらをね日帰りでも利用することができます。はい、中はこんな感じですね。こちら右手にはですね水着とかゴーグルとかね、販売しています。お風呂はこっちなんですけど、はい、それではね、男湯の方見てみたいと思います。こちら脱衣所ですね。で、はい、こちらですね。よいしょ。男湯は、こんな感じですね。両サイドに、洗い場があって、そしてこの真ん中にですね宇宙があります。こちらの泉質はナトリウム塩化物硫酸塩温泉、低調性弱アルカリ性高温泉になります。こちらも、宇宙があります。で、宇宙の前はですね、こんな感じで、休憩することができます。岩塩サウナがあるみたいです。よいしょ。はい。こちらはね、水風呂の露天風呂になります。水風呂の露天風呂がこちらなんですけど、こちら側にも、岩塩サウナがあります。はい。ではね、見てみます。はい。よいしょ。はい。すごく広々とした空間です。いや、この中はかなり暑いです。はい。反対側から見るとこんな感じですね。サウナのこちら側なんですけど、
現在ね、本館の方が工事中で行くことができないんですけど、ここからね、そのまま本館のこの悠々天国の方につながるみたいです。次は案内の方を見てみたいと思います。はい、こちらが案内になります。はい、案内の方はこんな感じですね。両サイドに洗い場があって、で、こちらに大きな浴槽があります。こんな感じで落ち着くような照明になってます。で、こちら正面にあるのがですね、サウナですね。ちょっと見てみます。おお、暑い。はい。で、こちらがサウナになってて、ロウリュがありますね。すごくね、広い空間になります。こちら、サウナの横が水風呂なんですけど、その水風呂の前はですね、こんな感じでプロジェクションマッピングになってます。で、通常ならばね、ここからミストが出て、すごくね、幻想的な映像が流れるみたいなんですけど、残念ながらね、今は調整中なんで、お見せすることができないんですけど、すごくね、リラックスできる音楽が流れてます。で、その前にもですね、こんな感じで休憩することができます。で、こちらが浴場だったんですけど、こちら側に岩盤浴があります。こちらね、すごく巨大なプールなんですけど、今の季節は利用することはできないんですけど、夏とかね、そういうシーズンに利用することができます。はい、今日宿泊するのはこちらのオリエンタルガーデンになります。それではね、早速チェックインしたいと思います。入り口入ってすぐ右手はね、売店になります。お土産がね、たくさん置いてます。で、すぐ左はフロントになります。で、こちらはね、ラウンジでウェルカムドリンクもいただけます。入り口進んで、この突き当たりにあるのが、夕食会場になります。はい、今日宿泊するお部屋はこちらフロントの隣にある通路を進みます。突き当たりのお部屋になります。こちらはプールですね。はい、こちらです。こちらのお部屋になります。5112のお部屋ですね。それでは早速ね、中の方見てみたいと思います。こちら扉入ってですね、こんな感じの廊下になってます。で、右手がですね、トイレですね。で、こちらですね。はい。右手にクローゼットがあります。はい。こちらには、タオルと、あとは大浴場に行くようなバッグが用意してあります。はい。で、すぐこちらお部屋になります。こんな感じのね、すごく広々とした空間となってます。足元に照明があって、すごくおしゃれです。で、目の前には大きなテレビがあって、で、左手にはソファーですね。ソファーの前にはベッドが2つあります。ソファーの横はですね、机になってます。で、こちらはお湯と冷水が出るサーバーですね。テーブルの上にはですね、コーヒーとかお茶がね、用意してくれています。クローゼットの下はですね、冷蔵庫ですね。はい。冷蔵庫は特に何も入ってないです。はい。クローゼットのすぐ前の扉ですね。はい。お風呂ですね。洗面台があります。こちらが、よいしょ。すごい綺麗。はい。こちらシャワールームなんですけど、
いや、すごく綺麗です。そしてね、めちゃくちゃ広いです。で、シャワールームのすぐこちらがですね、いや、これはいいですね。で、昨日泊まった、お部屋は混合泉だったんですけど、今日のお部屋はですね、もう自分の大好きな硫黄泉です。硫化水素の匂いがすごい漂ってきます。で、露天風呂の前はですね、山になってますね。今日はね、こちらのお風呂で楽しみたいと思います。で、こちらカーテンなんですけど、外の景色はどんなんなんでしょうか。ああ、なるほど。あ、これ以上開かないですね。カーテンを開けると、もうすぐ目の前は森ですね。2人ではちょっと贅沢すぎる広い空間となってます。はい。もう何より硫黄泉の露天風呂がたまらないですね。はい。それではね、夕食の時間までこちらの露天風呂に入りたいと思います。寒い。結構外は寒いですね。硫化水素の匂いがかなりきついです。こちらもすごいですね。はい。湯の花がすごいです。この辺もすごいですね。うお。昨日泊まったところよりもやっぱり自分は硫黄泉が好きなんで、こっちの方がいいです。で、静音もですね、こっちの方が、あったかいですね。41度ぐらいだと思います。いや、これがね、好きな時間に入れるっていうのが本当にいいですよね。すぐ横にはね、大浴場もあるんで、あちらもね、すぐ入りに行くことができます。それではね、夕食の時間になったんで、レストランの方に向かいます。中華がメインのバイキングになります。こちらもね、飲み放題でジュースと、あとこちらコーヒーの種類もね、たくさんあります。はい、ありがとうございます。担々麺たくさん取ってきました。で、こちらはね、目の前で焼いてるんでね、取る以外の選択肢はないです。あとはもう唐揚げとかシューマイ、ごま団子にチーズインハンバーグ、焼きそば、春巻きで、麻婆豆腐に角煮にでチャーハンですね。好きなものを取ってきたらお皿が茶色一色になりました。いただきます。いただきます。うめえ。結構太麺やね。エビチリが欲しかったんですけどねもう一瞬でなくなってね、取れませんでした。せっかくね、熱々なんで、こちらのお肉いただきます。塩でいただきます。柔らかい。めち
ちゃくちゃジューシーやね。うんこちら角煮ですね。分厚で、この照りがね、食欲そそられます。あ、柔らか。箸でほぐれますね。ああ、タレが甘いんですけど、なんかしつこくない甘さ。黒酢っぽいよね。美味しい。第2弾取ってきました。デザートも挟みました。ごま団子とね、焼きそばが美味しくて、また取っちゃいました。美味しい。うまい。うまいよね、その肉。どう？タレと塩どっちが美味しい？どっちも。どっちも美味しい。デザートたくさん取ってきたんですけど、だんだんお腹いっぱいになってきました。どれも本格的ですっごく濃厚なんで、量が食べれないです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、ちょっと動けないですね。食べ過ぎて。本当に美味しかったです。ただもうね、お腹パンパンなんですけど、せっかくなんで部屋の露天風呂に入りたいと思います。よいしょ。うわー、いい匂い。気持ちいい。いや、本当にちょうどいい温度です。なんかさっきよりもちょっと熱くなってるような気もします。何回も言いますけど、この硫黄泉っていうのがもう本当たまらないですね。今日は工芸体験で世界に一つだけの丼鉢を作って、美味しい料理をたくさん食べて、温泉に入って最高の一日でした。それでは今日は寝たいと思います。おはようございます。それではね、朝風呂に入りたいと思います。うわ、さっぶ。うわ、まだ真っ暗ですね。気持ちいい。いや、目が覚めますね。ちなみにまだ朝の4時です。早く寝すぎて目が覚めました。朝からね、時間気にせず入れるの最高ですね。目が覚めたかなと思ったんですけど、なんか体がまた温まって眠たくなってきました。4時半ぐらいなんで、もうちょっと眠りたいと思います。それではね、時間になりましたんで、レストランの方に向かいます。はい、朝食はね、昨日の夕食と同じこちらの、レストランになります。料理の方取ってきました。ここの朝ごはんは過去一かもしれないですね。こちらね、金目鯛なんですけど、ちっちゃくないんですよね。普通に大きい金目鯛がもう半身焼かれて並んでいました。で、こちら豆乳鍋ですね。で、こちらも相変わらず茶色いものばっかり取ってきて、で、ちょっと盛り方汚いですけど、海鮮丼作ってきました。いただきます。自作海鮮丼がめちゃくちゃ美味しいです。幻の大豆黒仙石っていうね、北海道産の大豆 100% を使用した納豆なんですけど、黒豆ですね。この真っ黒の納豆です。珍しいですね。身が分厚いね。分厚い。だってちっちゃくないもん。普通に立派な金目鯛。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すごく美味しかったです。ここに泊まってから胃が休まる時間がないんで、もう本当にね、お腹いっぱいです。
今回はホテルサンバレーナスに2泊してみましたが、いかがだったでしょうか。たくさんの美味しい料理に温泉三昧の2日間でした。その他にも美術館や工芸体験、ゲームセンター、卓球、カラオケ、イルミネーションにプールなど一日中楽しめるホテルです。そしてね、気になる料金の方がですね、1日目に泊まったクイーンズコリーナ間の露天風呂付き客室は若い席コースで大人1名 29,700 円でした。で、2日目に泊まったオリエンタルガーデン間の露天風呂付き客室はバイキングコースで大人1名 23,650 円でした。露天風呂付きじゃなくてもいいって方はですね、シーズンによって異なるんですが、全体の最安値は 12,650 円からです。これだけ温泉や食事を楽しめて、この料金ならかなり安いですね。泊まってみたいと思った方はね、ぜひ宿泊してみてください。はい、それではチェックアウトします。今日はいい天気です。この2日間ね、天気微妙だったんですけど、この最終日だけなぜかカンカン照りです。